皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日はいつものメスティンでスイーツ作りましょう。それでは早速お料理していきましょう。本日の主役、バナナです。こいつの皮を剥き、1本半は輪切り、もう半分は斜めに切ります。続いてチョコレートも刻んでおきます。思ったより硬い。今回は板チョコですが何でもいいです。チョコならよし。輪切りたちはボウルへ、斜めは別で置いておきます。ボウルに室温に戻したバターを入れ合わせて潰していきます。潰しました。完全に潰さなくてもある程度でいいんです。果肉感が出てその方が美味しいからです。途中でめんどくさくなったわけではないんです。次に卵です。そのまま割り入れましょう。そして白い粉。1袋ドン。白い液体 50cc。加えてさっくり混ぜましょう。混ぜすぎると膨らみが悪くなってしまいます。こんなもんでしょう。さらに刻んだチョコと混ぜ合わせて準備完了です。ここで今回のポイントです。濡らしたキッチンペーパーをアルミホイルでくるみメスティンの底に敷きます。こうすることで底が焦げつかず焼き上がりがきれいになります。ケーキの底が焦げる問題はこれで解決です。続いてその上にくっつき、防止のクッキングシートをかぶせます。それでは生地を入れますが、メスティンの半分程度にしておかないと後が大変です。これは入れすぎたので、生地の上に斜め切りしたバナナを並べていきます。こういったところで性格って出るんですよね。それでは蓋をして焼きましょう。もちろん蓋にもシートかぶせてですよ。大変なことはカットで。大変だったことがメスティンから見て取れると思います。いいんです。メスティンの焦げ付きは勲章なんです。では勲章まみれの蓋開けましょう。お、これはじらしますね。もう一枚めくって完璧な仕上がりじゃないでしょうか。表面にバナナを並べたおかげで焦げつかず本当に綺麗な焼き色がつきました。メスティンから取り出すとこんな感じ。切り分けました。それでは熱々のうちに食べちゃいましょう。断面がこちら。しっかりと中心まで膨らんでいます。そして裏面、焦げは一切なくしっとり仕上がっています。それでは肝心な味の方ですが、本当に美味しい。素材の甘みが際立っています。今回砂糖を使っていないので、バナナの優しい甘さと刻みチョコの確かな甘みのバランスが素晴らしいです。また、表面は香ばしく、中はしっとりしていてもっちり。そして、とろっとバナナの果肉感。言うことなんてありません。そして、いつもの黒いやつでお口をリセット。この一瞬が何ともたまらないんです。ごちそうさまでした。パウンドケーキ、満喫しました。表面はバナナ、裏面は濡れたキッチンペーパーのおかげで完璧な仕上がりになりました。半分は熱いうち、残りは冷やして食べるのがおすすめです。よかったら皆さんも作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。